コミネの最新水冷システムをレビューします。体と頭の水冷セットと合わせて首のペルチェ冷却も使って35度オーバーの熾烈な猛暑を戦っていきたいと思います。今回使っていくものをざっと紹介していきますと、まずこちら本体からですね。本体の冷却バッグとベストのセットっていう風なそんな形になってます。別売りもしていると思うんですけど、こちらセット商品ですね。このセットだけで運用できるので非常に分かりやすくて助かりますね。一般的な水冷物と同じくこのチューブの中を冷水が通って循環していくという風なそんな仕組みになってます。ベスト自体がメッシュ状になってまして割と珍しいですよね。比較的後ろ透けてると思うんですけど、結構通気性悪いベストが多いんですけど、水冷物っていうのはなんですが、これはかなり通気性が良さそうです。こういうところはとってもありがたいポイントですね。すごい涼しさは期待できるんじゃないかなと思います。でこの本体部分はここに水と凍ったペットボトルとかですね、そういったものを入れて腰に巻くという風なそんな前提になっています。使い方はまた後ほどご説明します。そしてこちら頭用ですね。これも体の方とセットで使えるようになってまして、うまくつなぎ替えればこのチューブですね、両方とも流れるようになるので、頭だけ冷やすというのもありはありで、どちらでセットで使ってもどちらでもいいと思うんですけど、だいたいベストと一緒に使うんじゃないかなと思います。実際どれくらいの冷却度合いになるかとても興味深いですね。ヘルメットの中にスポッて乗せる形になると思うんですけど、こちらがベルクロのイガイガが4点についてまして、ヘルメットの内装側にペチッとこう貼り付けるっていう設定なんですかね。ちょっと内装がガビガビにならないかやや心配だったりするんですけど、ちょっととりあえずやってみようと思います。同じく使い方は後ほど。そしてこちらが首用のペルチェですね。こちらは水冷ではなく電気で使うものです。 USB モバイルバッテリーとか、バイクの USB-C ポートから電源取るっていうこともできますし、いずれでもいいと思うんですけど、 USB で給電してここのプレートにペルチェになってるので、これがキンキンに冷えるというそんな仕組みになってますね。逆側がペルチェって温まっちゃうので、ファンがついて冷ましているっていうそんな構造になってます。頸動脈冷やすっていう設定なんで、ここの部分の間ですね、サイズ調整というか長さ調整できるので、自分の首のサイズに合わせて調整ができます。あとここをパチッと取れるので、付け外しもそんなに手間じゃなさそうかなというそんなところですかね。これも実際に後ほど走行しながら体感を確認してみようと思います。はい、では走行行きましょうか。今回はフリカツインを持ち出しまして、フリカツインというと健太郎所有バイクの中ではかなり熱い部類に入るんですが、それでですね、コミネの水冷セットと首のペルチェで頑張ってみようかと思ってます。今走り出してからぼちぼちですね、20分くらいですかね。だいたいそれくらいの時間になってます。今のところですね、頭のヘルメットの中を冷やすやつと、あとはベストですね、その2点を水冷で回してまして、あとは USB バッテリーから取る首のペルチェのものですね、その3点で冷やしてます。体感はですね、首はだんだんよくわからなくなってくるんですけど、最初接触した時すごく冷たくて、それからですね、たびたび首からちょっと離れたりくっついたりとかぴょこぴょこしていたりすると冷たさをポツポツ感じるんですけど、だんだん慣れてはきますね。でも実際に冷えてることは間違いないので、きっと血液を冷やしてくれてると思います。体の方はだいぶ水が冷たくてですね、いい感じです。頭もですね、最初水通した時すごい冷たくて、冷たっていう感じだったんですけど、やっぱり例によって信号待ちはシールド開けて空気を通したくなりますね。さすがにヘルメット内水通しててもちょっと暑さがやってくるので、風を通した方が涼しいは涼しいですね。でもクローズの状態でもそれなりに頭冷えてくれるので、何もないよりだいぶ楽ではありますね。ベスト自体バックルで締められるんですけど、それほどたくさん締められるわけではないので、細身の人はやや上からジャケットで締め付けたりとかですね、工夫がやや必要かもしれないんですけど、ちょっとそこは体型相性っていうところですね。接触してるところはそれなりに冷たいので、その体感はいい感じだと思います。いやしかし今日本当に灼熱ですね。雲一つないというほどではないんですけど、全く雲が日光を遮ってくれる感じではなく、いやこれ丸腰で走ってたら今頃もうくたばってそうな感じします。とりあえず今のところ背中は涼しいですね、ベストのおかげで。チューブピンポイントなんで、バイクで走ってると揺れるのか、接触してたりしなかったりするような感じがしてですね、冷たいなって思う時とそうでもない時がなんとなく交互に動いてるような感じがします。例によって汗もかいてくるんで、汗の気化熱で涼しいのか水冷が涼しいのかだんだんよくわからなくなってくるといういつものパターンなんですけど、でもこのチューブのピンポイントのところが明らかに冷たいなという感じはするんで、割と分かりやすいというか、そういう感はあります。
頭はですね、接触面だいぶ冷たい感じはするんですけど、全体的に顔と頭が涼しいかっていうと、全体が涼しいという感じではなくて、顔は結構汗かいてるんですよね。それはしょうがないんですけど、頭冷たいからといって全てが幸せになるわけではないという、そういう感じです。で、頭はですね、やっぱりそのかき氷食べた時のライトな感じみたいな例によってですね、ややちょっとキンキン感が多少あるんですけど、もうちょっと温度低くなくていいかなっていう感じはしますけどね。でも体の方はこの低さでいいんで、なかなかこのバランスが難しいなっていうところなんですけど、頭の温度と体の温度を変えられるといいかもしれないですけど、そんなうまい具合にはいかないですよね。いやー、ふりかつに暑い。足やばいですね。だんだん日の光とバイクの熱とでどんどん温まってきてですね、もう空気全体がもう灼熱な感じになってきました。ヘルメットの干渉具合なんですけど、例によってちょっとやっぱりヘルメットの上下がきつくなるかなっていう感じはあります。で、これはですね、小峰さんのものはクッションがそれなりに入ってるので、その分厚みがちょっとあるんですよね。なのでですね、顎のあたりが結構きつくなったなっていう、そんな感じになってます。これシステムヘルメットなんで、ギュギュッとかぶればいいかなっていうぐらいな感じなんですけど、長い時間かぶるとちょっと多少普段より圧迫感があるかなっていう感じはあるので、やっぱりですね、ヘルメットのフィッティング調整した方がいいかなっていうくらいですかね。これは人によると思います。ペンタロはかぶれてますけど、少しきつくなったかなというふうに思うんで、腰のところのですね、ユニットの重さなんですけど、ぼちぼち重いですね。で、今横向きにかけてるんですけど、やっぱりこの本体を分離して腰につけないでシートバッグとかに入れた方が楽ですね。とはいえチューブがですね、それなりに長いので、このチューブ運用がまたいろいろ大変なんですけど、この辺はちょっと後ほどまとめて、ちょっと難しい部分っていうのをお話ししようかなと思うんですけれども、でも水冷つけてるとこの停止状態の暑さがだいぶ違いますね。何もしないと日差しで丸焦げ状態なんで、そしてバイクからも熱せられるというどうしようもない状況なんですけど、割と体と頭にかけては快適です。いや、夏のアフリカツインは辛いですね。乗ってる方もいらっしゃると思うんですけど、ペンタロはおおむね暑いの苦手なんでヘタレなので、いや今日はなかなか頑張ってますよすごいペンタロは頑張ってると思います。冷却ユニットのおかげですね。これないと本当に多分今頃無理です。今走り出してからまだ1時間は経ってないと思うんですけど、汗もかいてるんでだいぶ喉が渇いてきまして、そろそろコンビニかなんかによって冷凍ペットボトルを補給しつつ、溶けかけのお茶をですね飲んでしまいたいですね。メーカーさんによると30度くらいでですね、だいたい600ミリのペットボトルで2時間ほど持つということらしいんですけど、冷却効果がですね、頭とベスト両方だった時に同じくらいなのか、もうちょっと短くなりそうですけど、感覚的にはちょっとわからないんですけど、実際今日35、6度とかそれぐらいだったりするので、もっと短くなると思うんですけど、あと実際走り出しの前にちょっと準備したりとかですね、それに時間を食ったりしてると結構そこで多少ペットボトル溶けていったりはするんで、実際走り出しから1時間1時間半それくらいにまめに交換していくっていう風なスケジューリングをしていった方が冷却効果保ちやすいかなっていう感じはしますね。正確にはまた後ほど実測結果をお知らせしようと思います。では実際の持続時間がどうだったか見ていきましょうか。別途お話ししている通り、メーカーによると 600ml ペットボトルを使って外気温30度で2時間程度とのことなんですけれども、35度の炎天下では1時間から1時間半で交換するつもりでいた方がおよそ快適に使えると思います。1時間半経つとですね、おおむね冷凍ペットボトルは溶けてまして、ただ回る水はまだ冷水と言えるくらいですね。なので体感温度を保つのはおよそこの辺が限度になるかなという感じがします。コンビニに行けば冷凍ペットボトル調達できるんですけれども、調達のためにコンビニに立ち寄るというのがそこそこ時間のロスなんですよね。さらにフルフェイスでは入店できないので、ヘルメットを脱いでヘルメット側にも水を回している場合は、頭用のこのペラペラのものを手で持っていくか、チューブを外してまた戻ってきて再セットとかですね、いろいろややこしいことになります。休憩中にチューブ抜く際には両手が必要ですし、ベストと頭をバイパスするとどこを抜き差しすべきかちょっとこんがらがってきました。この辺のマネジメントはですね、手順決めて慣れていかないとスムーズにいかないので、結構テクニカルなアイテムにはなってますね。こちら使い方なんですけれども、こちら本体ですね、ここには水をまずここの中にキュキュッと取れるので、ここに水を約 200ml くらいということで良さそうなので、こちらをザブザブザブっと入れてあげます。
ということで水入りました。あとはペットボトル、これ今凍ってないんですけど、凍ってるものをザクザクと入れてあげるとスポッと入るので、これであとはキュキュキュッと締めてあげれば、これで冷却物は一旦 OK ですね。そしてここにモバイルバッテリーを何らか、これ USB-A なんですけど、USB-A が取れるものかアダプター使うなりして、こちらですね、ここにモバイルバッテリーを差し込んであげて電源入れてあげると、これで電源が取れるということで、これだけで準備 OK です。あとはここにですね、電源がついてまして、こちらバイクの左側に、腰の左側ですね、使うようになっているので、ちょうどアクセスしやすいところにボタンがついているという、割とバイク乗りに優しい仕様になっています。でこちらであと電源入れてあげれば水がベストの方まで循環していくという、そんな動きになりますね。なので使い方は非常に簡単になります。乗車中もここでですね、ボタンで動かしたり止めたりいろいろ調整ができるので、非常にやりやすいんじゃないかなと思います。そして頭を一緒に使う場合、こちらの頭のユニットがこうなってまして、チューブがこういう風に結構長いんですけど、こちらの本体、腰の本体からこれだけ直接取れるようになってまして、だいぶ長いです。でこちらがこんな風にですね、接続部がなっているんですけど、これをうまいこと循環するようにつないでいくという風な流れになります。まずもともとですね、ベストとセットで使う状態の場合はこんな風にベストと本体が両方つながっているという形ですね。なのでこちらどっちかに間にこの頭のユニットをバイパスしてあげるっていう風な、そんな形になりますね。付け外しこれ割と簡単なんですけど、青いところをですね、ここキュッて押すと、押しながら引っ張ると取れるっていう、手袋しながらでもできるっちゃできるので、今手袋しながらやってますけど、それほどやりづらくはないです。でここにこちらですね、同じようにこのように抜いた状態でここに差し込んであげると、ギュッと入れてあげて、これで OK ですね。これを両側つないであげれば良いので、こちら側にも差し込んであげて、これで綺麗にバイパスできたつもりだと思います。これでですね、本体からギュギュギュッとこっちを流れてこっちも流れて帰っていくっていう、そんなルートができています。水冷は一旦連結が OK で、首のペルチェの方はこの本体自体はですね、この辺はベルクロでサイズ調整できるので、横側もですね、ベリベリっと位置を調整できるようになってます。これで自分の首の外周ですね、その辺の寸法にうまいこと合わせてあげて、それで首に装着した後ですね、あとはバッテリー、何らかのバッテリーにつないであげて、こちらの電源をポチッと長押ししてあげれば、こんな感じで回ってきます。もう瞬間冷たいので、今この時点で手袋しても冷たいかなって分かるぐらいにひんやりしてるんですけど、もう本当に一瞬で冷えます。なので熱中症対策には非常に良さそうですね。こちらのコミネの水冷製品もろもろお値段なんですけれども、相変わらずみんなに優しいコミネさん、首冷却ペルチェの KK925 ペルチェソシーウェアラブルブレインクーラー G2、 こちら税込み6930円、水冷本体とベストのセットになっている KK926 水冷式身体冷却システム G2、 税込み11880円、KK928 頭部冷却マルチパッド、こちらは税込み3300円です。本体と頭のセットというのもあって、 KK929 水冷式頭部冷却システム、こちらは税込み12650円という価格ですね。安いですよね。実売はこれよりさらにちょっと安い場合もあるので、他のメーカーでここまでバイクでも実用できるものを探すと2倍3倍という風なコストになってくるので、これから水冷デビューするならとりあえず買っとけ状態ですね。このようにお手頃価格で実運用できる製品出してくれていることに小峰さんに感謝感激です。実際使ってみると、こうなるとさらに使いやすくなって価値が高くなりそうかなと思うポイントがいくつかあるので、順にまとめてみようと思います。まず頭ユニットの厚さなんですけど、チューブに水が回るためにも必要な厚さだと思うんですけれども、ペンタロウはですね、1時間弱くらいで頭が部分的に痛くなりました。できるだけ圧迫しない形状になると負荷が少ないかもしれないですね。あとベルクロはヘルメットやいろんなものをボロボロにしていくのでちょっと無理です。そしてベストと頭を両方使う場合の接続方法、ベストだけなら現実的な設計の範囲かなと思うんですけれども、ヘルメットを脱いでそのままコンビニに行っ
ってペットボトル買いにも行けるので。ただですね、頭の方を一緒に連結しようとすると、途端に冷却チューブの扱い難易度が上がりまして、さっと外して次の行動に移るというのが結構やりづらくなりますね。公式にはベストの上の方のチューブを切って頭とつなぐという風になってるようなんですけれども、結局ヘルメット脱いだ時のペラペラ、これ邪魔にはなりますし、ベルクロがウェアをボロボロにするというのもありまして、踏んだり蹴ったりで現場で実運用は実質無理じゃないかなと思います。根元からチューブ二股にするとかですね、そんな風に経路を単純に捉えやすく、かつ片方の系統だけ外しやすくっていう風にすると、だいぶ扱いやすくなるかなとは思います。あと外したチューブから水漏れしないように、連結を解除した時に水が出ないようにロックされるとかですね、そんな風にするとうまいこといくかなっていう気はします。そしてどうしても運用中に脱着する機械というのは出てくるんですけど、片手ではチューブを脱着できないので、ワンタッチ脱着できると使いやすくなりそうな感じがします。で、冷却レベルなんですけど、現状バイクで実運用できるレベルの冷却度合いを実現していただいておりますが、もう1ランク体感温度を下げられると、競合他社の有料製品と比べても遜色なくより快適性が上がるかなと思います。個人的には面冷却ができるとやっぱり快適性高いですね。地味なところで言うと USB バッテリーのポケットの口なんですけど、スポッと抜けて落ちちゃうので、上をゴム状にするとかボタンをつけるとか何らかあると、ペットボトル入れ替えなどで物散乱して余計な時間取られるということもなくなるのでいいかなと思います。あと同じく USB はコネクタがですね、 USB-A タイプなのは特に問題はないとして、直角に折れているタイプになってるんですよね。で、首のペルチェが USB-C なんですけど、同じバッテリーから取ろうかなとすると、ポートの配置によっては干渉して別のバッテリーが必要になったりします。これ直線型なら干渉しないので、その方が地味に利便性が上がりそうな感じはしますね。もろもろありますけれども、当然このあたりみんな原価に影響するので、値段が上がるのとどっちが良いかっていう風な話になるとなかなか難しいところではありますね。さて、総合的に小峰の水冷グッズ類とペルチェ首冷却が実運用できるかというと、この価格帯で現実的な範囲の冷却レベルと運用レベルを実現してくれているので、価格を含めて丸ですね。首ペルチェはバイク以外にもウォーキングや農作業など屋外作業のお供にも熱中症対策に良さそうです。ペンタロウ先日風邪ひいて熱があった時、熱冷ましの代わりにこれで首顔頭冷やしたら結構快適でした。いろいろ使い道があるので割とおすすめできるかなと思います。水冷は全体的に設計がシンプルなので、ベストか頭単体で使うならそんなに問題なく使えるんじゃないかなと思います。冷却レベルは極冷えではないんですけど、十分実用はできるレベルですね。体の表面温度はいくらか下げてくれると思います。運用のレベルも現実的な範囲内かなと思います。ただ先ほどまとめた通り、設計のシンプルさゆえ、特にベストと頭の連結をすると結構なハードモードになります。ユーザー側でテクニカルに運用することが求められるので、現状では連結は器用な人以外やめておいた方がいいかなって思うところですね。ペンタロウはそれほど器用ではないので、連結しての実運用は無理です。猛暑との戦い2026、次回は小峰とアイスマンの水冷比較のほか、保冷剤と気化熱の物理冷却 VS 水冷というテーマでやっていこうと思います。よろしければ高評価、チャンネル登録、ハイプお願いします。ペンタロウ LINE スタンプもあります。ラジオチャンネルでバイクの小話、メンバーコンテンツでプライベートな話をしているので、よろしければそちらもご覧ください。じゃあまたねー。